はい、今回は座っている人をね描いてみます。まず横から見たね椅子を描きましょう。こんな形ですね。そしてこの椅子にねぴったりと体をくっつけて座っている人を描きますね。横向きですよ。ほらこんな雰囲気ですね。椅子にぴったり体をくっつけてます。こうするとね座った人は簡単に描けるんですね。では実際に描いてみましょうね。今度は少し方向をね変えて座った状態にしていますね。さっき言いましたね。この人は椅子にぴったりと体をくっつけて座ってるんだ。そういうイメージを持ちましょう。だから体がぴったり椅子にくっついてるんだから、この人の体自身が、椅子の形をしているわけですね。さあ、デッサンができましたので塗っています。今日はもうとにかくね、座ってる人っていうテーマですので、人体そのものをね、比較的、簡単に色を塗りましょうね。まずそれぞれの固有色を塗ったら、今度は太陽の方向をイメージして影を塗ります。太陽は上から来ているので、この人、椅子ですね。椅子の上の面が明るいわけですよね。だからこの人も頭の上とか肩とか太ももの上の面が明るくなりますね。ちょっとねお洋服のシワとか少し細かいとこ入れて、ほらどうでしょう。座った人の感じねなったでしょね。こんな感じです。じゃあ今日はね同じ椅子でも外でねベンチで座ってるって感じです。まずその背もたれを描いてから座面を塗りますね。そしてその座面にも同じように影を描くと、ほらもう座りましたよ。ではベンチに足を描いて、さあどうでしょう。これで出来上がりです。はい、今回はねベンチにね腰を掛けている男性を描いてみました。やっぱりね人物を描くとなるとこのように腰掛けてる人物っていうのはね大切なポーズですね。でもそれをね描くにあたって今回ね簡単な提案をしましたよ。それは人物をまず描くんではなくて座っている椅子を描くということでした。そしてその座っている椅子に人物をぴったりくっつけるように描くと不思議なことにねもうね座っている人物になってしまうんですね。もちろん、人物のね細かいあれこれはたくさん話すことあるんですけどね、またこれは機会でね他に譲ってお話します。このように、椅子にぴったり沿った人物ができたら、今回これを少しね斜め正面から向いたように描きました。でも斜め正面から見てもこの人見てください。この人自身が椅子の形してるでしょね。ここがポイントです。座った人は椅子の形を描いて描く。結果的に座った人自身が椅子の形になる。これでした。はい。いかがでしたか？これからもね、私と一緒に水彩楽しんでいきましょう。それではまた。いかがでしたか？
チャンネル登録もよろしくお願いします。